アクタスユーザーサポート部の青松です。店舗営業部の岡村です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。前回レザーソファーのメンテナンス動画ご紹介いただいたと思うんですけど、今回はどういったものをご紹介いただけるんでしょうか。今回はファブリックソファーですね。普段アクタスのユーザーサポート部で、お仕事をしているんですが、私が今メインで担当しているのはトレードインサービスというサービスです。で、何かっていうと家具の下取りのサービスなんですが、いろんな理由があって家具を手放さないといけない時にご相談いただければ、アクタスで過去に買われたものであれば下取りをしてお買い替えにうまく使っていただくというサービスになっています。その中で日々お問い合わせをいただいたりお申し込みをいただいているんですが、その時にお写真をいただいてまして、やっぱりお手入れされている家具とそうでない家具っていうのが目に見えるというか、違いがはっきりわかるなと思いますので、ぜひお手入れをしていただいて長く使っていただきたいっていうのと、きれいにしていただくとそれだけ査定なんかをする時にもお返しできるものが大きくなったりはするので、お手入れぜひしていただきたいなと思います。はい。クッションが崩れたりしているので、座面からやってみましょうか。はい、預かります。はい、お願いします。こういうふうにアクタスで販売しているソファーのほとんどが座面のクッションがカパッと取れるので、一回このチャックを全部開けちゃいましょうか。で、ガバッと半分くらいまで、はい。で、見ていただくと、このウレタンスポンジの層と、ここは羽なんですね。どうしても普段使っていると、この羽の部分に湿気が溜まってくるので、今度羽が閉じてきちゃうんですよ。そうすると全体もボリュームダウンしてくるので、今からちょっとバサバサっとはたいてもらって、はい、空気を入れ替えるイメージですね。で、またチャックを戻すと。はい、でも、これでちょっとざっと今置いちゃうとこの違いですね。確かに高さが。はい、じゃあ背中も一緒にやってしまいましょうか。ブシュブシュっともうはい、本当に中の空気を一回追い出すぐらいの感覚でしていただいて、できるようだったらカバーから中身だけ取り出して、できれば陰干しもしていただければ中身がすっきり湿気が追い出せるのでよりふんわりしますね。お布団を干すようなイメージかな。湿気をなぜ追い出してるかというと、ウレタンって湿気、水気がありながら荷重、力がかかるとやっぱり弱りやすいので、食器を洗うスポンジって気がついたらぺったんこになってるじゃないですか。感覚なんですよ。なるべく湿気を追い出してあげて使っていただくと長持ちしますね。さっとしてもらっただけでこの右と左の違いがありますね。今クッションの中身のケアっていう部分をしたので、表面の部分ですね。こういうアクタスではファブリックプロテクターというものがご用意ありまして、これが表面の汚れをつきにくくするプロテクターになっています。これをちょっと全体になんですけど、この辺りをしっとり濡れさせるような感じで、シュッシュと、はい、結構ねたっぷりつけてもらって大丈夫です。ご注意いただきたいのが、やっぱりこういう至近距離でスプレーするとここだけが薬剤がかかるので、もうちょっとシミの原因になったりするので、離した距離で全体にしていただくといいなと思います。はいはい、今結構やったなっていう感じなんですけど、もうちょっとやってみてますか？そうですね。もしできるなら、お手入れされる時には、寝る前なんかに
これをしてもらって、触って結構しっとりしてるなくらいの、コーティングの膜を作るようなイメージなので、あんまりビチャビチャにしちゃうと、やっぱりさっきの中のクッションへの影響があるんですけど、表面がしっとり濡れてるなくらいやっていただくといいですね。で、次の日には乾いているので、はい。まだいけそうです。まだいけそう。はい、そうですね。はい、そんな感じかな。うん、はい、実はお手入れってほぼこれなんです。これはどれぐらいの頻度で？で、本当に気が向いたタイミングでいいかなと思います。一番避けていただきたいのがお手入れをしないっていうことなんです。例えば、1月に1回もうちょっと、お布団を干すようなタイミングで一緒にこう中の湿気を追い出してあげるとやっぱり持ちがいいですし、毎日していただければ一番ありがたいんですけど、なかなか難しいとは思うので、本当にお休みのちょっと時間がある時にさっとやってもらうような感じでもいいかなと思います。はい。カバーリングのソファーは基本的にはドライクリーニングを推奨しています。カバーの生地に確か洗濯表示がついていたりするので、この内容に従ってお手入れしていただければいいなと思います。はい。もちろん生地によってお手入れの方法が若干違ったりするので、お買い求めの際にはスタッフにご相談いただければお答えします。飲み物をこぼしちゃった時とかに、一旦自分で応急処置するのがいいのか、もうただ拭き取ってすぐ持っていく方がいいのか、どっちの方がいいですか？程度にもやっぱりよると思うんです。例えばその飲み物がすごく匂いがきつい、色が激しくついたりとか、そういう時はもう応急的にザバザバっと洗っていただいて、できればもうその、週末のタイミングとかでクリーニング屋さんに行っていただくのがいいかなとは思います。やっぱり推奨としてはクリーニングってしている理由が、一番怖いなと思っているのは縮むことなんですよ。縮んじゃうと、この中身が入らないだとかいうことになると一番怖いので、なるだけ避けていただきたいんですけど、応急処置的に、部分的に洗っていただくのはもう仕方ないかなと思ってます。はい、どうしても汚れてしまってからの対処っていうことで、さっきの部分的に洗ったりとか、できるんですけど、実は私が思っているのは、なるべく汚れないような使い方というか、ソファーとの付き合い方って大事だなと思っているので、おすすめがあるんですよ。それがちょっと本当に、お店なんかでね置いてあったりするんですけど、こういうクッションを使っていただくってことで、何がいいかって言ったら、どうしてもソファーなのでこうなってしまうことあると思うんです。でこの時に直接こう直でアームの部分が触れてしまうよりも、枕代わりにこういうものを入れていただくと、頭皮の汚れだったりとか、人の汚れっていうのがここに映らないので、クッションはおすすめですね。インテリア的にもクッションをやっぱり合わせておすすめすることの方が多いので、なので、そういったところが普段のメンテナンスの手間を減らせるところにもつながっているかなと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。私もお家でファブリックのソファー使ってるんですけれども、クッションの形整えるとか本当にもう日常的にやっていて、ちょっと座った後に形が崩れてるなって思いついた時にやってるだけなので、それだけで全然持ちも違いますし、もうスプレーもシュッシュってしちゃうだけなので、よりこう気楽にというか、自然に使っていただけるかなと思っております。ソファーのお手入れって聞くと結構大変そうとか、面倒くさそうな印象ってやっぱりあると思うんです。で特に子育てをしてたりとかすると余計にこう抵抗はあるかなと思うんですけど、一度していただくとそんなに大変じゃないかなと思います。本当に簡単な作業と、工程もそんなに少ないんですけど、それをやっぱり継続的にしていただくと、5年10年って長い目で見た時にすごく差が出てくるので、ぜひもう気がついたタイミングで十分かなとは思うので、していただければありがたいですね。アクタスユーザーサポート部の青松です。
店舗営業部の岡村です。ありがとうございました。ありがとうございます。